太平洋戦争の潮目を変えたミッドウェー海戦、奇跡の勝利とか運命の5分間とか、本当にドラマチックな言葉で語られてきたじゃないですか。そうですね。ただ戦術、技術、あまりに論点が多くて全体像がぼやけてしまう、そんな風に感じたことありませんか？わかります。それぞれの要素がもう複雑に絡め合っていますからね。そうなんですよね。ミッドウェーという一つの戦いの中に本当に無数の物語が詰まっているんです。そこで今回は少し視点を変えてですね、日米両軍の決定のプロセス、その思想の違いという点に絞ってみたいなと。ほう、決定のプロセスですか？はい、キーワードは性的な正解を追求した日本と動的な修正を続けたアメリカ、このスタンスの違いがいかにしてあの歴史的な結果を生んだのか、今日はこの一点を深く掘り下げていきたいなと。性的な正解と動的な修正、面白い切り口ですね。なんだか現代のビジネス戦略の話のようにも聞こえますね。まさに全く新しい切り口で見ていきましょう。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイプをお願いします。また最新の動画をお見逃ししないようにチャンネル登録もお願いします。まずミッドウェー海戦がそもそもどういう戦いだったのか、背景から少し整理していきましょうか。はい。真珠湾攻撃から半年、連戦連勝を続けていた日本海軍が次の一手としてアメリカ海軍の空母戦力を完全におびき出して叩こうと、そのための部隊に選ばれたのがミッドウェー島だったと。そうですね。このミッドウェー島というのはその名の通りハワイと日本の本当にほぼ中間にある島で、ここには滑走路とあと潜水艦への補給機能が備わっていた。アメリカから見れば日本を攻撃する前進基地になりますし、自国を守る最前線でもある。逆に日本にしてみればここを占領すればハワイとか西海岸に圧力をかける足掛かりになる、太平洋のまさに攻守の要衝だったわけです。そんな重要な場所だからこそ、日本側はミッドウェーを攻めればアメリカは虎の子の空母を絶対に出してくるはずだと、そう確信していたわけですね。その通りです。そして日本側も相当な戦力を投入してきたんですよね。はい。開戦前は戦力でいうと日本が圧倒的に有利だと見られていました。南雲中将が率いる第一航空艦隊にはあの真珠湾を成功させた精鋭空母赤城、加賀、双龍、飛龍、この主力4隻が揃っていましたからね。一方のアメリカは太平洋に展開できる空母がわずか3隻。3隻だけ。しかもそのうちの1隻、空母ヨークタウンは直前の珊瑚海海戦で大きなダメージを受けていて、日本側に至ってはもう撃沈したとさえ思い込んでいたんです。なるほど。アメリカ側は日本がさらに空母随角もう投入してくるだろうと読んでいましたから、自分たちの戦力を日米の空母は5対2という圧倒的な劣勢とそう認識していたんですね。数字だけ見るとこれはもう絶望的とも言える状況ですね。しかしアメリカには日本が知らないたった一つのしかし決定的な切り札があった。そうなんです。それが日本海軍の暗号コードネーム JN25B、 日本側では海軍暗号 D ですね。これの解読に成功していたことでした。これによってアメリカ海軍のニミッツ提督は日本の作戦目標がミッドウェーであること、それから攻撃日時までほぼ正確に掴んでいたんです。なるほど、完全に先手を取っていたわけですね。とはいえそれだけ情報があってもこの戦力差では無謀な戦いはできませんよね。当初ニミッツが立てた作戦というのはかなり慎重なものだったと。そうなんですよ。計算されたリスクというのが彼の信条でして、虎の子の空母は温存する戦略でした。空母部隊をポイントラックと呼ばれる安全な待機地点に留めて、まずは潜水艦とかミッドウェー島の基地航空隊で日本艦隊を削っていくという持久戦を考えていたんです。なるべく空母をリスクにさらさないと。でもその計画がある時を境に180度変わるわけですよね。そうなんです。6月2日、ニミッツ提督が突然空母部隊に西に向かって前進するよう命令します。はい。これは初期の海戦から空母同士の総力戦を挑むという極めて大胆な作戦転換でした。まさに大博打に出る決断をするわけですね。全空母部隊に精神を命じて艦隊決戦を挑むことにした。この大胆な方針転換、一体何があったんでしょうか。これこそが
まさに動的な修正の真髄なんです。理由は2つの決定的な情報のアップデートでした。情報のアップデート。はい。一つは沈んだはずの空母ヨークタウンの奇跡的な復帰です。普通なら数ヶ月はかかるはずの大修理をパールハーバーの交渉がわずか72時間、つまり3日足らずで完了させたんです。72時間、信じられないスピードですね。まさに昼夜を問わず作業が続けられた結果でした。これがまず一つ。はい。そしてもう一つが暗号解読班からの最終報告です。これによって日本の強力な空母随閣が航空隊の損耗が激しくて作戦に参加しないということが確定したんです。ここで戦力差がぐっと変わる。そうなんです。日米の戦力差は一気に縮まってミッドウェー島の航空戦力も加えれば航空機の数ではむしろアメリカが有利にさえなる。これなら勝てるとニミッツは判断したわけですね。リアルタイムで入ってくる情報に合わせて大胆に計画を書き換えていったアメリカ。その一方で日本側はなぜこの奇襲の可能性に気づけなかったんでしょうか。よく油断があったと言われますけど。ナグム艦隊の司令部は敵の空母は近くにはいないという、開戦前に立てた一つの正解に固執してしまっていたんです。ただその判断も当時の状況を考えると一概に間違いとは言えなかったという側面もありますよね。まさにその通りなんです。アメリカが空母を出してこないという日本側の判断はあながち間違いでもなかった。事実、ワシントンの作戦本部もニミッツも6月2日の直前まではポイントラックでの温存戦略を想定していたわけですから。まさに性的な情報だけで見れば日本の予測というのはむしろ合理的ですらあったと言えるんですね。問題はその前提を修正するための新しい情報が現場に全く届かなかったことです。その根源の一つに連合艦隊司令長官である山本五十六の判断ミスが指摘されています。実はアメリカ側の無線通信が活発化しているとか敵艦隊の接近を示す兆候はいくつも捉えていました。それだけ兆候があればさすがに何かおかしいとなるはずでした。しかし山本長官は作戦の要である無線封鎖の徹底を優先するあまりこれらの重要な情報を最前線のナグム艦隊に伝えなかった。結果として現場は古い情報を信じたまま完全に目隠しされたような状態だったのです。この時点ですでに今回のテーマである動的な修正と性的な正解の違いがはっきり見えている。アメリカは常に新しい情報でアップデートし続ける。日本は最初の計画を正解としてそれに反する情報を軽視あるいは共有すらしない。この情報のアップデートを軽視する姿勢は索敵の不足という点で後の戦闘で如実に現れたと言えますね。はい。アメリカは偵察と攻撃を兼ねる偵察爆撃機を運用してまず敵を見つけることを最優先した。それに甲板の上にも機体を駐機させるデッキパーク方式で搭載機数を増やして運用の柔軟性を高めていたんです。一方日本は攻撃力に特化するあまり専属の偵察部隊を持たず情報収集能力で見劣りした。その性的か動的かという思想の違いが空母そのものの設計にまで現れていたというのも非常に興味深い点です。そうなんですよ。日本の空母は格納庫が壁で覆われた密閉式でした。これ悪天候でも整備ができるという利点があって平時においては一つの正解の形ではあるんです。しかし被弾すると爆風の逃げ場がない。誘爆を招いて大被害につながる。そうです。空母赤城がたった2つの爆弾で沈没に至ったのもこれが原因の一つです。対してアメリカの空母は壁が少ない開放式、波をかぶったりもしますからね。ある意味で不完全な設計です。でも被弾した際に爆風が外に逃げて被害を最小限に抑えられる。つまり修正が効く生き残るための設計だってことですね。まさにその通りです。ヨークタウンが短期間で戦線復帰できたのもこの設計思想のおかげなんです。陣形にもその思想が。そうです。日本は4隻の空母が密集した箱型陣形。兵力集中のセオリー通りで一見すると最強の正解です。しかし発見された瞬間に全滅するリスクもはらんでいた。集中した艦隊は敵から見れば巨大な的でもあったわけです。まさに。そしてこの思想の違いが運命の瞬間につながっていくわけですね。午前7時15分、南雲中将はミッドウェー島への第二次攻撃が必要と判断して艦載機の並走を
対艦専用の魚雷から陸上施設を攻撃するための爆弾へと転換するように命じます。はい。ところがその乾燥作業の真っ最中に敵空母らしきものを発見という信じがたい報告が飛び込んでくる。しかも偵察機からの報告が司令部に届いたのは通説よりも15分以上遅い午前8時頃だった可能性が高いんです。時すでに遅しですね。ほぼ同時にミッドウェー島からの波状攻撃が開始されます。日本の空母は次々に襲来する敵機を避けるため回避行動を強いられて攻撃隊を発進させるための時間を全く確保できなくなってしまった。ここで致命的な空白の時間が生まれます。日本の攻撃隊を発進させるためにはまず防御戦闘機の離着陸を止めて攻撃機を飛行甲板の上にずらっと並べて駐機させる必要がありました。発艦のためには空母が風上に立つ必要もある。しかし絶え間ない回避運動と防空戦闘によってそのための時間を全く確保できなかった。飛行甲板が発艦準備のために全く使えなかったのです。この一連の動作に最低でも30分から40分はかかるんですが、その体制にすら入れなかった。この攻撃準備ができない40分間の空白が日本の空母部隊にとって致命傷となったわけです。ただアメリカの攻撃隊は決して統制が取れていたわけではなく、バラバラにやってくるいわば波状攻撃でした。特に低空から来た雷撃機部隊は冷戦に次々に撃墜されてしまった。しかしこの雷撃隊の犠牲が無駄ではなかったんです。日本の戦闘機体と対空砲火の全てが低空の雷撃機に集中していました。その結果上がガラ空きになった。その通りです。その誰も見ていなかった航空からアメリカの急降下爆撃隊が突っ込んできたんです。しかも日本の空母部隊はちょうどこれから攻撃隊を発進させるために風上に向かってまっすぐ進路を取った瞬間でした。なんということでしょう。回避運動をやめた船体はまさに巨大な的となったわけですか。そうなんです。わずか数分で赤城、加賀、宗龍に爆弾が命中。格納庫内の燃料や兵器が誘爆を起こし、3隻の空母は一瞬にして戦闘不能になりました。たった1隻残された空母飛龍の反撃も壮絶でした。山口多門少将の指揮で残った全航空機で2波にわたる反撃を行い、アメリカ空母ヨークタウンを航行不能に追い込みます。しかし数の上ではもはやどうしようもなく、飛龍もやがて炎上、南雲機動部隊は壊滅しました。でもこの事実はすぐには国民に知らされませんでした。はい、大本営発表では損害が過小に報告されました。そして戦後この大敗北を説明するためにある種の物語が作られていきます。それが冒頭でも触れた運命の5分間。そうです。攻撃隊の生き残りだった藤田光雄らが戦後に書いた本で、あと5分あれば日本の攻撃隊が発艦できていたと。非常にドラマチックでこの勝敗のイメージが定着しましたよね。ある意味神話のようになっています。でもそれは事実とは違うと。後の研究では当時の混乱状況からあと5分で準備が整う状態ではなかったことが明らかになっています。この物語は結果として指導層の責任を運が悪かったという話にすり替える役割を果たしてしまった可能性が高い。情報を操作して責任の所在を曖昧にする、その傾向は確かに見られます。転倒報告書が改ざんされていたことも明らかになっていますね。報告書からある重要な一文を削除するなどして判断ミスを隠蔽しようとした形跡があるんです。これもまた間違いを認めて次に生かす動的な修正を拒む組織の硬直性を示しているのかもしれません。なるほど。最後に歴史のもしもを考えてみたいんですが、もしヨークタウンの修理が間に合わなくてアメリカが当初の慎重な作戦を続けていたら戦いはどうなっていたでしょう。おそらく日本の計画通りに進んだでしょうね。ミッドウェー島は無力化されてアメリカは決戦を挑むことなくハワイへの後退を余儀なくされたはずです。太平洋戦争はより長く熾烈なものになっていたかもしれません。こうして見てくるとミッドウェーの敗因は単なる運や個人のミスというよりもっと根深いところにあるのがよくわかりますね。情報をもとに常に計画を柔軟に修正し続けたアメリカ、一度決めた計画という正解に固執し変化に対応できなかった日本の組織、その思想の違いこそが勝敗を分けたのだと思います。完璧な計画を貫くことの強さと変化に対応するために計画を捨てる勇気、この回線は現代を生きる私たちにも重要な問いを投げかけているのかもしれません。
さて今回の探求はここまでです。この話があなたにとって何かのヒントになれば幸いです。もし内容がお役に立ちましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは次の探求でまたお会いしましょう。